はい、こんにちは。今日はですね、画像にテキストを入れてデザインをしたい時のですね、おすすめのアプリを紹介していきます。で、今日はこの2つを紹介します。フォントっていうアプリと、あと Adobe Camp ですね。どちらも無料のアプリになります。で、フォントは初心者向け、Adobe Camp はちょっと中級者向けのアプリになります。で、フォントはですね、この綴りで、フォントって読むみたいなんですけど、アプリの名前だけあって、テキスト周り、このフォント周りの調節がすごい便利なアプリになります。で、Adobe Camp はですね、以前私動画1個上げてるんですけど、レイアウトするときにすごく便利なアプリです。で、テキスト周りもですね、かなり充実しているのですごくおすすめです。で、今日はですね、この2つのアプリの使い方を紹介していきます。はい、じゃあですね、先にフォントから始めていきます。最初真っ白い画面が出てきて、下のカメラボタンからですね、画像を読み込んで始めていきます。今回はこの犬の写真を使うんですけど、最初読み込むときにですね、この画像加工の選択項目出てくるんですけど、ここでは画像加工しない方がいいと思ってます。ノーマルで読み込んでいきます。で、読み込むとですね、画像現れるんですけど、この読み込んだ画像のサイズがキャンバスのサイズになります。なので横幅何ピクセルとかっていうのが自分で選べないんですね。なのでそういう細かい設定ができないっていう意味では本当に初心者向けなのかなっていう印象です。で、文字を追加するときは画面のどっかをタップしてもらうと、文字を追加っていう項目が出てくるので、ここでタイピングして文字を入れていきます。で、完了したら、画面の中に文字が現れてきて、細かい調整は後からしていきます。で、フォントとかもですね、最初から結構いろいろ入っているので、使いやすいです。で、ちなみにですね、自分のフォントを使いたいとき、例えばMac PC で使っているフォントを iPad でも使いたいっていう方いると思うんですけど、そのやり方、iPad にインストールするやり方っていうのは結構前にですね、別の動画で出していて、それの手順に従ってもらえれば、自分のフォントをこの、アプリとかで使えるようになるので、それもよかったら動画見てみてください。で、このアプリのいいところは、アプリの名前だけあって、すごいこのフォント周り、テキスト周りの調節が素晴らしいんですね。で、本当にもう無料とは思えないぐらいいろいろあって、ぜひ触ってほしいんですけど、全部の調節がスライダーでできるんですね。例えば文字サイズ、カラーの変更とか、文字の、行間ですね、文字間とかもスライダーでできます。で、このスライダーでできるっていうのがすごい大事で、Mac みたいに常にキーボードがある状態ではないので、細かい設定がキーボードでできないっていうのと、あとそもそも右手に持っているのが Apple Pencil なんで、Apple Pencil でこう数字とか打つのめんどくさいんですよね。てかやりにくいんですよね。で、そういう時にこのスライダーがあるアプリっていうのはすごく便利ですね。なので、文字にテキストを入れてデザインしたいって方はですね、こういったスライダーのあるアプリを選んでいただいた方がいいと思います。で、最後ですね、細かい調節をして、完成したいと思います。で、このアプリのダメな点なんですけど、やっぱり上に広告がついていることですね。まあ無料なので仕方ないかなとは思うんですけど、ちょっと邪魔だなと思います。で、あとはキャンバス設定がないので、後からこの画像を正方形にトリミングしたいっていう思ってもそれができないです。で、あとですね、履歴が残らないですね。次違うデザインを作ろうと思った時に今作ってるものっていうのは消えちゃいますね。まあでもサクッと文字を入れたい場合はこのアプリが一番いいと思います。で、最後ですね、書き出しをしてこんな感じで完成になります。はい、じゃあ次ですね、Adobe Camp いきます。Adobe Camp 開くと最初こういった画面が出てくるんですけど、一番最初に右下のプラスボタンからキャンバスを設定します。で、キャンバスを設定してから画像を乗っけていって、デザインを作っていく形になります。
右上にですね画像のボタンがあるので、そこからマイデバイス上を選択してカメラロールから、画像を配置します。で角を取ってもらって、こうやって画像のサイズも調節することができます。で1枚じゃなくて2枚3枚って画像を追加することもできるし、ダブルタップするとこうやって、ズーム拡大縮小とかもできます。で文字入れる時なんですけど、右上の T のボタンですね、ここを押してもらって、そしたら文字のサイズ大中小って選べるので、好きなものを選んでください。でさっきのフォントっていうアプリと同じように、全部の調節がスライダーでできます。文字のサイズも色も文字間行間も全部スライダーでできます。で私今日何回もスライダーって言ってるんですけど、この2つのアプリがですね唯一全部の操作をスライダーでさせてくれるような仕様なので、今日はこの2つを選びました。で完成したらですね JPEG で書き出します。Adobe Camp の書き出し方法、上の書き出しマークから画像共有で画像保存を押します。そしたらですねカメラロールの中に画像が保存されてます。はい、ということでこんな感じで完成になります。今日はですね Adobe Camp とフォントっていうアプリを使ってちょっとモノクロっぽいデザインを作っていきました。でもしですねこのスライダーで文字を調節できるアプリっていうのをご存知の方いればですね、ぜひコメントしていただけるとすごい嬉しいです。有料のものでも全然いいので、ぜひ知ってる方はコメントお願いします。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。